ほっほっほ。車もいっぱいあるし、建物最高かっこいいよね。ここ、まあベーレンももちろんドイツビール作るの美味しいけど、富士桜も間違いない。ドイツ系に対して。今日誰かいるかな？前にタンク増設するからモルトソープっていいね。はい。でここが食べた。いいとる。多分食感サクサクしてるから。ね、これ。うまいな。ね。全然違うね。全然違う。だから日本ってね湿気があるからこれ水分含むからちょっとこうふわっ。だからもうこれだけで。これそのままだね。そのまま。あ、うまいな。明日コンビなんで。だからこっちはもうね。でプログラムでワルトが 40% まで下がってゆっくりそれをこう自動できることをプログラムでやってワルトの改変する。もう結構だったやっぱ冬とかね。今ストラタのクライオンがある。いいですよ。今日ありがとうね。どうもありがとうございます。コーヒーだけど、チェース。チェース。プロス。プロスト、そう。まあスタウトっぽいですね、逆に。逆にね。そうこれコーヒー感じじゃなくて、このコーヒーがスタウト感じてるっていう。でもさっきいっぱい工場見せてもらって、はい。そのねシステムの機械とかね、やっぱりすごいよね。でそのシステムで細かい調整してビール作れるんだよね。そうですね。10日であまりモルトの品質が良くなったから、あまり必要ないっていうブルワーさんも多いんですけど、うちは僕らがドイツで醸造音楽を学んだんで、やっぱステップって非常に大切だなと。いやなんていうの、ビール作るときに新しいとかチャレンジしたいとかやりたいけど、でも怖いよね。もう自分のリズム作ったら、自分で出したいビールできたら、あんまりこれもやれなくてもいいんじゃないとかじゃなくて、でもやっぱりそのステップとか何百年やってるから、意味ないわけないと思うよ。細かく調整できて、糖分だけ取りたいんだったら意味ないかもしれない。そうですね。糖分だけでもその細かいのタンパク質とか、特にワイズン作るとき、酸を多く使ったり、作ったりとかの方が絶対意味あると思うよね。なんでやっぱ僕らは普通のビールに比べると、高いビールを飲んでもらってるんで、少しでも僕らがこだわりを持って同じ品質だからせっかくいいものを飲んでもらうんで、僕らがそこをこだわりを捨てたらダメ、おしまいかなと思って、そこのこだわりはいつまでも富士桜高原ビールは持ち続けたい。それが一番いいじゃん、結局ね。クラフトビールどんどん広がっても、それぞれの作り方、それぞれが出したい味を一番必要と思うね。みんな同じ味出したらただ名前だけ違うという風になっちゃうから、作り方別にして、で今ドイツが学んでるんじゃないですか。ドイツのビール作って、ラーホーとかワイゼン
さっき工場で言われたらニューイングランドバイゼンで初めて聞かれたら、どうかなと思って、でも先飲んでたら、あれ全然ありだね、だからバイゼンってホップを抑えたビール、ニューイングランド IPA はホップを使ってこう重視のホップ感を出したビール、全然反対なものを組み合わせてこういいとこ取りしたビールがこう今新しく作ってるニューイングランドバイゼンでも全然ありだね、さっきのなんかイメージが、じゃあバイゼンとニューイングランド IPA こうしたら、でもそうじゃなくてうまくバイゼン酵母ドイツのモルト使って、で急にアメリカのホップのフルーティー感も出るけど、何もぶつかんないね、何もなんかちょっとずれてる何もないよねもう普通これが普通にずっとあったビールに気がしたんだよ、なんかこれ全然なんか 100% ありだね、ありがとうございます。だからバイゼン好きな人は IPA がちょっと苦手だったり、IPA 好きな人はバイゼンがちょっと苦手だったり、このビールはバイゼン好きな人も IPA 好きな人もこう飲んで喜んでもらえるかな。だからバイゼン好きな人が、そこから IPA 飲んでもらったり、 IPA 好きな人がそこからバイゼンの方を飲んでもらって、だからクラフトビールのこう輪っていうか幅をこう広げていきたいって思ってる。でクラフトビールのトレンドってみんなアメリカから入ってきてるから、何か日本から新しいスタイルを発信できないかなって思ってこう考えたのがこのニューイングランドバイゼン。それが一番いいんじゃない、うちもずっとそのアメリカこれ流行ってたからじゃあ日本でこれ作る、これそうじゃなくてやっぱり日本の考え方とか日本の材料でも日本で思ったことを作って日本から広がってほしいんだよ、でもこのニューイングランドバイゼンは飲むと全然流行るよ、ブルータイプ A とかよりも全然話にならないんだよ一瞬とかじゃなくて、もうこれ普通にタップ当てたら、とりあえず1杯目絶対これ飲みたいっていうビールのスタイルになれると思うから、なんかすごい勉強になってすぐいろいろビーズでちょっとやってみようかなって。ぜひその時は呼んでくださいそう来て一緒に作ってだって広がりたいよね、それ。そうですね。だから本当に日本の気候とか、やっぱ四季があるのって日本の特徴じゃないですか、やっぱこういう暑い夏こう湿度もあってチャキチャキの IPA 飲むと、いくら美味しくてもやっぱちょっと重たくなっちゃう場合があるんですけど、さっきのニューイングランドバイゼンは暑い時にもジューシーなホップ感もありながら喉越しもキレもこうすごいいい。そう結局ダブル IPA とかね、7.5% とか 8% とか美味しいは美味しいけど、今日は飲みたくないよ、特にこの数なくなったらもっと飲みたくないもう太陽の下でなんかこれってでもさっきの IPA 感も切ってるしバイゼン感も切ってるし、けど意外ともうあっという間飲める、もうすぐ 2,3 杯4杯とかいける感じだから、いや今日一番いい勉強になったんだよ。ありがとうございます。あれすごく助かった。恐縮で。いや今日はメモして今日それぞれこの間ベアードさんからあれ、塩麹の使い方ちょっと勉強になってとか、なんかこれ楽しい。これねみんなのビール麹の紹介するためにか、私をアイディアいっぱい選ぶかはどっちっていうかなんか最近思ってるんだよなんか。まあでも僕もいろんな工場行くんですけど、やっぱねそこでやっぱクラフトビールのいいところって隠さないで、みんなオープンにするじゃないですか。だからそれでクラフトビールってなんで良くなったかっていうと、お互いこう切磋琢磨してこう技術を磨いて、みんなで美味しいものをどんどん作っていこうっていう。だって結局、富士桜対 Be Easy、ビーズ対ミノとか、そうじゃないじゃん。私たち本当にビールの世界で見ればまだまだ全然子供だよ、アサヒとかと比べれば、だからその中で、このラーホ何パー燻製モルト使ってるんですけど、ちょっとね言えないよ、いいべってなんかでもクラフトビールはすぐじゃん、2割です3割ですとか、でこっちもそのアイディア取って、でも自分で作りたいラーホを向かって作ってとかで、逆にそれ飲んだ時になんかキャラメルモードとか何使ったで、私ちなみにこういう2種類使う、なるほどとか、
でそれでみんなインスピレーション取って、でも結局真似するんじゃなくて自分の作りたいビールそうですそうです作るから、だから楽しいんだよ、はいだからみんな他の人のビールとか飲んで、そういう考え方あったねっていうがクラフトビールのいいところだね。だからレシピを全て教えたとしても、そこのお水と設備がないと同じものって絶対できないんで、そこは、うちいつも来るじゃん、はいビール工場始めたいですとか、はいビール作りたいとか、でもレシピとか、でも今例えばクックパッドでオムライスのレシピダウンロードして、みんな同じスーパー行って同じ材料買って、絶対あなた作ったオムライスと私作ったオムライスと、カメラマン作ったオムライスと、本当のシェフ職人作ったオムライス、味全然違うと思うよ、そうよね、全然。でも同じレシピ、同じ材料、だからそこもセンスというか技術というか、なんかでそこクラフトビールのいいところだよ、そうですね。みんな大体同じ材料使ってるからね、大体。でもそのいいところを出す、で藤坂こういうやっぱりドイツ20何年間ドイツビールばっかり作ってるのに、現在のやり方も含めて入れて、面白くできてるなって。でも本当にね、何年か前までは本当にドイツビールだけだったんですね、でもせっかくこの富士山の麓で富士山のお水を使ってドイツビールを伝えてる。でも富士桜から本当に何か新しいものが発信できないかなっていうところで、少しずつこう変わっていった。まあできたよね、だから多分一番初めアメリカンホップも使ったことなくて、そのきっかけになったのが、さっきギャレスがミノビールとか言ったように、ミノビールの先代の社長が亡くなった時に追悼ビール作る時に、その時初めて使ったのがシトロだったんですよ。なるほど、だから多分ミノビールの追悼ビールを作らなかったら、多分まだもしかしたらアメリカンホップは使ってなかったかもしれない。でもそのちょっとだけの経験あって、もしかしたらって、そこからもう一回使ったらもうイメージがこう止まらない、いっぱい湧いてきちゃって、いいねそこがクラフトビールだね。そうですね、うちもこう来てドイツの話いっぱい聞いて、でもドイツのビールでもアメリカのホップ使えるよ、うちもそのアイディアあるけど、でも自分の中はやっぱりアメリカスタイルがアメリカスタイル、ドイツスタイルがドイツスタイル、でも分けたけど、でも今日あれ飲んでたら、全然そうじゃないよね、もう一緒にできるなっていう感じで、いや最高だった、今日ありがとうね。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。早く青森来てビール作ろうね。早く呼んでください。いつでもタンクいつでも入ってるから、来て、でそのビールを缶ビールにして、その日も手伝いして、缶が大変だから。この作業服着てください。うちのスタッフよりおしゃれな感じするから大丈夫だよ。オレンジ好きだからね。そうお互いで、なんか今日靴も T シャツと一緒、なんかペアルックみたいな感じで、いいね。でも本当に今日はありがとうね。ありがとうございます。Cheers